愚か者、神の力は共鳴する。この辺一帯、たちまち大災害が起こるぞ。第7章第1話幻の時代始まりの場所。原作語り春美月。それは遠い遠い時代の彼方、神々がそこここに姿を現し、豊かな恵みと聡明なる大気に満ちた頃、どんな書物にも記されず、すべての記憶から消された幻の時代があった。神々の力は万物に影響を与え、竜が空を舞えば、雨がしたたかに降り勇み、生きる山々に染み込んだ雨水が、やがて清らかなる大地に浄化されて、清水となり、岩場から湧き出していた。動物たちは真実の眼を持ち、万病に効く木の実はみずみずしく熟した。そこはまるで神話の世。人々は自然の一つとしてつつましく過ごしていた。ある日、赤子を抱いた一人の女性が山を歩いていた。木の実を一つもぎ取り、口に含みながら赤子をゆらゆら腕の中で揺らした。散歩をしているようだった。そんな折、赤子を抱いた女性は草に隠れた崖に気づかず、うっかり足を滑らせて崖から落ちた。落ちる瞬間、女性は赤子を必死に抱きしめた。そのために自身を守ることができず、あっさりと命を落としてしまった。たまたまそこを通った神が驚いてそばに寄った。女性は息絶えていたが、赤子は無事だった。これどうしたものかと神は考えた。ひとまず血の匂いに獣が寄ってくるだろうからと、今通ってきたばかりの岩陰を引き返し、少し狭い洞の中まで赤子を抱いていった。赤子は泣いた。あまりにも泣くものだから、再びどうしたものかと考え、神は他の神に助けを求めた。一人、また一人と狭い洞の中、近くにいた神が集まってきた。どうしたどうした。人間の赤子ではないか。たまたまここを通ったら、赤子を抱えた母親が崖から落ちてしまったのだ。母は死んだが、赤子は生きている。どうしたものかとここまで連れてきたものの、一向に泣き止まぬ。やれやれ、動物の赤子というのは腹が減っておるものだろう。どうだろう。木の実を口に詰めてみてはどうか。いやいや、動物の赤子というのはすぐに物は食べられん。母の乳を飲むものだ。乳の代わりに木の実の汁を飲ませてみてはどうだろう。神々は口々に言った。なるほど。さてさて、それではわしが何か実を取ってきてやろう。一人の神がさーっと飛んでいった。洞の中が寒いのやもしれぬ。わしがここを温めてやろう。そう言って、もう一人の神が手を挙げると、洞の中をほんのり暖かくした。
先ほど竜が空を舞っていた。間もなく雨がしこたま降るであろう。洞の中が雨に浸からぬようにしてやろう。また一人の神が言った。洞全体に息を吹きかけていった。木の実を取りに行った神が腕にいくつかの実を抱えて戻ってきた。さあ、取ってきたぞ。少しばかりつまみ食いしてしもうたがな。なかなか美味であった。さて、どれが赤子の口に合うだろうか。そう言って一つ実を取り、皮を小さく破り穴を開けた。果汁がぷくっと出てきた。赤子の口に破いたところを近づけると、赤子はチューチューとそれを吸った。神々はやんややんやと大喝采。おお、吸いよる、飲みよる。うまいか、うまいか。そら、正解だ。よし、まだまだあるぞ。そう言って、また一つ実を与えた。赤子は満足そうに汁を吸い、ついには満腹となり、すやすやと寝始めた。赤子とはなんと愛らしい。わしにも抱かせておくれ。おう、わしもだ。お主の次はわしが抱くぞ。神々は眠った赤子をそっと手渡し、揺らし、ふふふと笑った。しかし、人の子は人のもとへと返してやらねば。そうだな、人の子は人のもとへと返してやろう。しかしだな、もう少し抱いていたい。そうだ、母はもう犬のだ。我らで名を与えてやろう。一人の神が提案すると、皆そうだそうだとうなずき合った。我らに拾われてなんと運の良い赤子だ。そうだ、太陽の恵みを授かった子という意味で、彦という名前はどうだろう。良い名だ。彦か、良いではないか。神々がこんなに騒がしいのに、赤子は神の腕の中でよく眠っていた。さて、そろそろ人のもとへと返してやるか。いいや、先ほどの竜が今雨を降らしている。もう少し後にしてやろうぞ。よし、それではもう一度わしに抱かせておくれ。おや、ならばわしはまたその次に。神々は再び代わる代わる赤子を抱いた。何千何百という年月を超えて、当時のことを知る者は、消えた神々と大地に残りし古き神のみとなった。この幻の時代に生きていた頃、人食いじじいはまだ人間だった。生まれ持った才能が安らかなる力を生み、彼は神に近いものとして、神と人とをつなぐ人物だった。今となっては本人さえ忘れてしまった彼の名前は、太陽の恵みを授かりし子の意味が込められた彦。その名前を授けたのは、彼の親でも誰でもなく神だった。彼は山の中で神に拾われ、小さな集落に預けられた命だった。助け合うことが何よりも当たり前だったこの時代、彦には多くの人が親となり、友となり、師となって育てられた。生まれ持った力、そして拾われた時に神の加護を授かり、彼は誰よりも神に近い力を持って、神仏に一番近い存在となった。
健やかな日々は長く続き、誰もが彼を愛し、彼も万人を愛した。初老の頃、独り身だった彦に血のつながりのない子供ができた。赤ん坊の母親が子を産むと同時に亡くなったためだった。父親もすでに狩りの時に命を落としていた。彦はその赤ん坊を我が子として育て、母君や父君、神々がいつも見守ってくださるようにと守ると名付けた。誰よりも優しい彦に育てられた守も、温かな心を持った青年へと成長した。人々はいつでも血のつながらないその親子の話をした。彼らがいるだけで心が浄化されるようだと。そんな天国とも思えるほど素晴らしき日々に影が一筋忍び寄ったのだ。守るよ、今日の社の手入れ、私にやらせてはもらえないだろうか。一人の青年が緊張した面持ちで部屋に入ってきた。どうしてだい？いや、なんというか、奉仕の心だ。うん。私も神の社の手入れを手伝いたいんだ。父上に聞いてくれないか？私が勝手に決められることじゃないんだ。ただ、私と一緒でも良いのだったら別だけど。ああ、それでいいさ。よし、それじゃあ一緒に頼むよ。青年はすぐさま意気揚々と部屋を飛び出し、守を手招きした。守はなんだかそれがおかしく、小さく笑った。守は道具をかき集め、男の後を追った。神の社は山の中腹にあった。辺り一帯の神々がここを通り、神々の世界からこちら側へとやってくるのだと父上がおっしゃっていた。いわば神々の通り道みたいなものだ。社にたどり着くと荷を下ろしながら守が言った。こんなところにひっそりと。青年は社を見上げながらつぶやいた。しかし、守はその社を素通りして、背後にあるツタに覆われた岩肌へと歩み寄った。ツタに隠れてあまりよくはわからないが、巨大な岩が埋め込まれているようだった。さあ、こっちだ。守がツタを寄せていった。そして岩の後ろにするりと入っていったのだ。後をついて行ってみると、なるほど、ほんの少しの隙間があった。ツタはこれを隠していたのだ。青年は巨大な岩の隙間にするりと入り込み、中に立ち入った。表にあるのは所詮人間の作ったものだが、しかしここは違う。ここはあるべくしてある神の大社だ。岩山の隙間に入ると、中は通路になっており、両手を広げると寮の壁に手がついた。通路は暗かったが、程よい暖かさだった。不思議な感じがする。青年は言った。そうだね。父上から聞いた話では、神様がここをたくさん通るようになって、次第に神の力が染み込んでいたらしいよ。昔とは違って、今たくさんの神がここを通るようになったって。守は
通路を進みながら言った。青年はゆっくりと後をついていった。通路が終わり、開けた空洞に出た。不思議とその空洞の中は薄ぼんやりと明るかった。神様の通り道となったこの場所に神の力が染み込んでたくさん溜まった。そしてその力が山に、大地に染み出し、今この地は豊かになったんだと父上が言っていた。そしてほら、真ん中にあるくぼんだ岩。そう言うと、守は空洞の真ん中を指さした。小さめの岩がそこにはあったが、まるで誰かがそこで休む場所を作ったかのように、きれいな丸いくぼみがあった。父上は、彦様は、この岩山の前で神様に拾われ、そして集落に預けられるまで、ここで神様に育てられたんだ。守がそう言っていると、ちょうど神が一人ふっと現れた。おや、彦の子ではないか、久しいな。ちょっと見ぬ間に、もう大人のようだな。彦はどこだい？彦は置いても元気にしておるか？神は守に聞いた。すると、守の後ろに立っている青年に目がいった。ほがらかだった表情が少し陰った。おや？知らぬ者がいるぞ。そう言って神は青年をじーっと見つめた。見つめていると青年は神から視線を外した。この者、良くない気配がするぞ。神が言い終わるか否か、青年は神様に飛びかかった。なんと愚かなことに、この青年は神様を捕まえて自分のしもべにできるのではと考えていたのだ。守はとっさに青年を神から引き剥がそうとしたが、青年の方が力が強かった。愚か者！神が怒った。その瞬間、神の力が弾け飛んだ。まるで雷が落ちたかのようにドドーンと鳴り響き、途端に地面が割れ、洞が今にも崩れそうになった。なんてことをしてくれた。神の力は共鳴する。この辺一帯、たちまち大災害が起こるぞ。そう言って、神は守と青年を洞から連れ出した。たちまち洞は崩れ去ってしまった。洞の外では強風が吹き荒れ、空はたちまち暗雲に覆われた。彦だ。彦のもとへ行かねば。彦の子よ、共に来るがよい。そう言って神は守へ手を差し伸べたが、またしても青年は守を突き飛ばし、神に飛びかかった。この知れ者が！再びドドンと神の力が弾け飛んだ。弾みで守と青年は山から吹っ飛ばされた。木の枝がクッションとなり、擦り傷打ち傷はできたものの、なんとか命は無事だった。神の力は共鳴する。その言葉の通り、神の力が染み込んだ大地が、山が、空が、神の怒りを体現するかのように荒れ狂った。踏みしめた地面が突然大きな音を立てて割れた。その拍子にバランスを崩し、亀裂の底まで落ちるかと思ったが、守はなんとか体をよじり、割れずに済んだ地面に間一髪転がり込んだ。
もう一人の青年もかろうじて落下することなく、大地の裂け目にしがみついていた。